後編の景色ご期待ください。すべてレンタカーで行くことができます。こちらの動画は絶景、珍しい景色を石垣島で探している方におすすめです。行って損はない場所ばかりなので、ぜひ最後までご覧ください。こちらの後編では石垣島の西側をご紹介していきます。それでは早速行きましょう。後編最初にご紹介するのは素晴らしい景色広がる石垣島の名勝地川平湾です。白い砂浜が伸びる先には異なる濃度が重なるエメラルドグリーンの海、小さな島が点在する風景はまさに絶景。川平湾の絶景は3つの楽しみ方があります。まずは高台からの景色を見るために川平公園展望台に向かいましょう。川平湾のイメージ写真はここから撮影されたものが多いです。次はビーチへ降りて楽しみましょう。川平湾の砂浜は真っ白。エメラルドグリーンの海は角度が変わるとまた違った色で見え、白い砂浜からの景色は高台からとはまた違った良さを楽しめます。もう一つの楽しみ方は海上。川平湾では海上からも絶景写真が撮れます。海上へはグラスボートで行くことができます。グラスボートは海の中の様子を手軽に楽しめますが、景色も最高に綺麗。島が点在する景色を間近で見ることができ、沖に出れば川平湾と石垣島を外から眺めることができます。サンゴや魚がいるポイントを数カ所巡るグラスボート。ポイントに到着したら海の中。移動中は景色を楽しみましょう。川平湾ではサンゴや魚だけでなく、シャコガイが群生している場所、そしてウミガメが見れる場所もあります。今回は川平マリンサービスさんのグラスボートで川平湾を楽しみました。聞くと今年は 80% 以上の確率でウミガメが見れてるとのこと。楽しみに向かった結果、4匹のウミガメを見ることができました。船長さんはウミガメの習性を知り尽くしているようで、ウミガメが息継ぎで海上に来る様子も見せていただき大満足。野生のウミガメを見たことがない方、川平湾のグラスボートおすすめですよ。なお、このグラスボートが運航しているビーチ周辺は船の航路になっていて危険です。流れもあるので絶対に泳がないようにしてください。続いて川平湾近くにある裏川平と呼ばれる砂の道が現れるビーチと現れるタイミングを詳しくお伝えします。裏川平と聞き慣れない名前ですが、グラスボートが行われる川平湾のエリアからも見える位置です。場所はこちら。川平湾がここです。裏川平の位置はここ。名前の通り、グラスボートが行われる場所から見ると、湾の反対側になります。川平湾から車で10分ぐらいの場所。ここでは海を割って出てくる砂の道を見ることができる場所です。まずはどんなところか、こちらをご覧ください。こちらは干潮時の様子です。干潮時は海水がほとんどなくなるほどの遠浅ビーチ。こんな感じで砂の大地が広がる場所です。最近人気のマリンスポーツ、サップでもよく利用されているビーチです。海に現れる砂の道について、実はこの干上がった砂の大地に現れます。そう。今回紹介する砂の道は、干潮時に現れるのではなく、ある一定の潮位の時間帯に現れる砂の道なんです。それでは今から砂の道が現れている様子をご覧ください。先ほどの砂の大地にある一定の海水が流れ込んでくると、このように砂の道が現れるんです。美しい景色の中に突如現れる砂の道。とっても綺麗なので、旅の思い出写真を撮るなら、この場所おすすめです。さらに、ここには手作りのブランコもありました。この場所ですが、3度訪れましたが、毎回サップツアーの方以外ほぼ見ることがない観光の方がほとんどいない穴場スポット。裏川平入り口のビーチからこの砂の道までは超遠浅な場所。泳ぐのには適さない場所ですが、絶景写真を撮ったり静かに景色を楽しむだけならとってもいい場所だと思います。ではこの砂の道が現れるタイミングについて教えます。先ほども説明した通り、ある一定の潮位がなければ砂の道があることすらわからない場所です。潮位による違いはこちらをご覧ください。時間帯ではなく、潮位で見れる見れないが変わります。行く場合は、潮見表を見てから行くことをお勧めします。ビーチそばに駐車スペースありますが、車でここまで行く場合は、道がかなり細く、草木がボディに
当たります。この近くにカビラ湾を一望できる駐車場があり、不安ならこちらに止めて10分弱歩くのも良いと思います。天気が良い日はいつ来ても絶景な場所ですが、砂の道をバックに写真が撮りたいなら、潮位を調べて行ってみてください。それではここで、この近くにある泳ぐのに適したビーチを2つご紹介します。まず1つ目は米原ビーチ。ここは海水浴と合わせてシュノーケリングも楽しめるビーチです。ビーチエントリーで魚やサンゴを楽しめます。シュノーケル目的であれば干潮時は避けましょう。理由は米原ビーチはサンゴ礁が多く、干潮時はサンゴの迷路みたいになっているので泳ぎづらく、足ひれなどでサンゴを傷つける可能性があるためです。ビーチそばに有料駐車場があり、トイレや有料シャワーなどの施設もあります。もう一つ、スクジビーチを紹介します。場所はカビラ湾から西に向かった場所にあります。ここは白いビーチが1キロほど弧を描くロングビーチ。9月までの夏の期間には遊泳箇所にクラゲネットが設置され、監視員もいて安全に泳げるビーチです。トイレや有料シャワーもあり、宿泊しているホテルにビーチがなく海で泳ぎたい場合におすすめです。次にご紹介する景色は夜のライトアップされたプールをご紹介します。ふさぎビーチリゾートホテル&ヴィラスのナイトプールです。石垣島にはナイトプールを営業しているホテルがあり、今回ご紹介するのはふさぎビーチリゾートホテル&ヴィラスさんのナイトプールです。ここのプール、昼間はこんな感じでたくさんのプールを楽しめる場所。夜は海に向かって右側のプールがナイトプールとして営業しています。ライトアップされたプールは美しく、特別な時間を楽しむことができます。また、プールサイドにはバーもあり、プールに入らなくても雰囲気を楽しむこともできます。ナイトプールに関して夜8時以降は20歳以上の方のみのご利用となります。また、繁忙期は宿泊者限定。そばにあるふさぎビーチからはサンセットも楽しめます。リゾート感満載のホテルなので、気になる方はぜひ概要欄 URL からチェックしてみてくださいね。次は不思議な景色を楽しめるスポットです。米子焼工房シーサー農園。ここは緑が広がる広大な敷地にカラフルで巨大なシーサーやオブジェが点在する不思議なスポットです。ただ、ここに行くと写真を撮らずにいられません。まるで不思議な村に迷い込んだような感覚になります。石垣島の中でも異彩を放つスポットです。私もここではたくさん写真を撮ってきました。たくさんのシーサーたちに囲まれているので面白い写真がたくさん撮れますし、加工しても面白いです。場所はカビラ湾から車で約15分。米子焼工房さんの敷地内にあり、正面左側から入れます。道路に面したショップにはカラフルで可愛いシーサーがいっぱい。農園に飾られているのと同じ形のものもあります。このシーサー農園では SNS で映える写真が撮れますので、一度行ってみることをお勧めします。無料駐車場もあり、カビラ湾から15分と近いので合わせて行きたいスポットです。次はジャングルの中にいるような写真が撮れるスポット。米原八重山ヤシ群落です。ここは本当に石垣島かと感じてしまうジャングルの奥にある八重山ヤシ群落。今にも恐竜が出てきそうな、まるでジュラシックパークに迷い込んだ雰囲気。でもここにはしっかりと歩道があり、安全に奥の八重山ヤシが自生している場所まで行けます。八重山ヤシは細長いまっすぐなタイプのヤシ。ここでは石垣島とは思えないヤシの森を体験することができます。スラッと伸びたヤシは優に15メートル以上はありそう。見上げないと全体を見ることができない高さです。ここでは古代の森にいるかのような写真を撮ることができるので、旅の思い出写真を追加したい方はぜひ寄ってみてください。無料駐車場から5分ほどで八重山ヤシが群生している場所までたどり着けます。場所はこちら、先ほどの米子焼工房シーサー農園から車で約5分。珍しい写真を撮りたいと思っているならこちらおすすめです。入園自体無料なのも嬉しいポイントです。ここで一休み。石垣島の西側に行った時に立ち寄りたいスイーツショップをご紹介します。石垣島みるみる本舗です。ここでは濃厚ジェラートを食べながら雄大な緑の大地、海、八重山の島々を一度に鑑賞することができる場所です。私は朝食のついていないホテルで宿泊していたので、少し遅めの朝食をここでいただいてきました。今回食べたのはこのジェラートとハンバーガー。ジェラートはマンゴーとミルクをチョイス。ミルクはとても濃厚でミルクの旨味が凝縮されていて、
マンゴーも果実を食べているような濃厚さ。ハンバーガーは肉々しいパテが詰まっていてとてもボリュームありました。店舗内にも食事ができる席ありますが、ここでは外の席で食べながら景色を眺めるのが良いです。海の向こう側には手前に小浜島、奥には標高の高い西表島、右側には名倉湾や先枝半島が見え、食事をとりながら絶景を楽しむことができる場所です。ドライブ観光の立ち寄りにおすすめです。次は高台から石垣島を見渡せる万名公園をご紹介します。万名公園は広大な敷地でその広さ東京ドーム60個分、展望スポットも複数あるのでおすすめの展望スポットをピックアップしてご紹介します。まずはエメラルドの海を見る展望台。万名公園の中の展望台としては一番人気の高い展望台。市街地、竹富島、先枝半島など一望できるスポットです。青空広がる良いお天気の日は最高の絶景が広がっています。次に南の島の展望台。展望台からは360度見渡せますが、名倉湾以外は石垣の山々や緑の大地の景色です。すぐ近くに卵型の展望台、渡り鳥観察所があり、南の島の展望台より少し高い位置なので太平洋側の海も見渡すことができます。冠橋展望台。ここからはそばにある石垣ダム、尾本岳など緑あふれる景色と沖縄県最初の吊り橋、静止画の橋も見ることができます。石垣市街地から行った場合、エメラルドの海を見る展望台、渡り鳥観察所、南の島の展望台、冠橋展望台の順でたどり着きます。冠橋展望台そばの静止画の橋は、吊り橋といっても揺れたりするような橋ではなく、頑丈な吊り橋で歩いて渡れます。すべてに行くと時間がかかるので、絞って行かれると良いです。市街地や西側のホテルにお泊まりで、近くの絶景展望台に行きたいなら、万名公園おすすめです。石垣島の夕日スポットの中で夏に一番おすすめの場所、御神崎。雲がない日は4月から9月中旬頃まで水平線に夕日が沈む様子を見ることができます。ここでは数カ所から夕日を楽しむことができます。御神崎には灯台があり、その先へ進むとモニュメントがあります。太陽が水平線に沈む頃、空は赤く染まり、こんなに夕日が綺麗だったんだと思わずにはいられない光景を見ることができます。海を見て左側には西表島が見え、手前にはうっすら小浜島も見えます。太陽がまん丸と見えますので、沈みゆく太陽と一緒に記念撮影すると一生の思い出になる写真が撮れます。石垣島にはたくさんの夕日スポットありますが、西の端、御神崎からの夕日は感動すること間違いなしのポイントなので、ぜひ覚えておいてください。前編後編で14の絶景、変わった景色を楽しめるポイントをご紹介してきましたが、石垣島にはまだまだ旅の思い出に残る景色がたくさんあります。石垣島は沖縄の離島の中でも標高が高い場所が多く、地形も豊かで絶景ポイントが多い島。私も知らない場所がたくさんあると思いますので、皆さんが思い出に残る石垣島の景色ありましたらぜひ教えてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。